今回は皆さんが風景画を描くときに苦労されていると思います。樹木の枝ぶりを練習するために動画を作ってみました。ポイントは樹木の枝ぶりの層と密の関係、そして底辺の奥行き感による変化、それに濃淡の変化を意識して取り組んでみましょう。頑張りましょう。地平線の位置を四分六のところに決めてから描き始めます。木の表現ですね。できるだけ不規則な枝の出し方、それから層と密の関係を意識して描いていきましょう。同じような向きにならないようなアンバランスの対比を考えて木を描いていきます。脇役ですね。脇役の枝を描いていきます。木の間合いがですね、等分割にならないように気をつけながら林を描いていきます。
円形の林ですね。これも一本一本描いていきます。霧を吹いてからバックの森を描いていきましょう。彫木は片ぼかしですね。刷毛で背景を描いていきます。霞の中の森を描くという感覚で不規則な球出しを心がけます。かすかに樹木の形が認識できるような省略的な表現がいいと思います。近景のですね、雪の表現ですね。
円形に軽いぼかしを入れて遠近感を出します。さらに円形の樹木を添えていきます。円形の表現には面相筆で細い木を描いていきます。樹木の根元は木が少し溶けてへこんでいる感じがよく見受けられますよね。そういう表現も加えていきましょう。これで完成です。今回はあえて樹木の枝ぶりを主体に描いてみました。設定は雪原に寒々と佇む雑木林ということですね。ポイント的にはいろいろな変化のある木の枝ぶりと、それから底辺の変化による奥行き感ですかね、その辺を意識して描いてみましょう。まず分割ですけれど、四ブロックのところですかね、よく黄金分割とよく言われるところを地平線という設定で分割を試みました。そして主になる樹木から描いていきます。主役、脇役、添えと、こんな形で描いていきました。底辺を変化させることがポイントですね。それから枝には層と密の関係を意識して描いてみましょう。それからバランス感覚でしょうかね。大きいものと小さな、それから左に向いているものと右に向いているもの、引っ張り合う関係のバランス関係、それから木と木の間合いを変化をつけるということでしょうか。そして奥行き感で樹木の塊的なもので描いていきます。そして最後は霧がかった寒々とした情景を出すために紙を濡らしてだけでぼんやりとする森のイメージを描いています。あえて背景の山とかなんかは省略してあります。雪原の油法ですけれど、やっぱりソフトなアンジュレーションをして描きます。特に入る時に薄く入って出る時に薄く抜く、これの刷毛の使い方がちょっと難しいところがありますので、動画を見ながら勉強してみてください。あえて空も余白で残しました。背景を少しぼかしてシンプルな情景ですけど、非常に風情が出たんではないかなと思います。あと樹木の幹の地面との雪との接点にはですね、そこにほとんどの場合少し雪がへこんだ感じがありますよね。ですからそういうところも見逃さずに描いていきましょう。はい、頑張りましょう。